電気住職三木大雲です。今回はですね、怪談説法、誠司さんと共にまた送らせていただこうというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。以前にもね、ちょっとお話ししましたけども、なんか例を何度かご覧になられたことがあって、なんかそのきっかけみたいなのって私の場合あるんですよ。僕はきっかけは何にもないです。そうですか。私ね、今からもう本当に小学生入る前、もしかすると幼稚園にもまだ行ってないぐらいの時なんですよ。で、幼い頃に、お寺に暮らしてて、で、お寺でいつももう一人になってわーっと走り回ってて、でね、近くに大きな公園があったんですよ。龍本寺公園っていう。今はないんですけど、で、その龍本寺公園で、わーっと子供が遊んでる声がします。で、夏場だったんですけど、セミがもうめちゃめちゃ鳴いてまして。で、ちょうどお寺の、いわゆる境内の中にお寺があったんで、だからもう本当自然が豊かで、で、わーっと遊んでて。で、この裏側が小学校なんですよ。だからまた小学校で遊ぶ子供たちの声もしてます。で、それをもう、家を全部扉を開いて、母親が掃除したんですよ。で、掃除機かけてますよね。ブーンっていう。で、私ね、なぜか掃除機の音と匂いが大好きで。掃除機の匂いわかります？ほこりというか、エンジン部分から出てくる匂いが大好きで。で、わーっとなんかね、本当にその日、もう、生まれてまだ数年でしたけど、今日はすっごく自分で調子がいい日だなっていう。3歳か4歳ぐらいだと思うんですけど、今日は調子がすごくいいなと。で、面白い。走り回ってるんですよ。もうお寺の中をね。で、うちの母親が、バーッと掃除してて、おばあちゃんとかおじいちゃんがいるのも覚えてて、でも、とりあえず走ってるんです。で、私が当時、タオルを1枚こう持って、タオル持ってないと、なんかこう落ち着かない子供だったんで。います。多いです。いまだに寝るときタオルがいるぐらいの。で、タオル持って、お寺中をバーッと走ってるんですよ。で、今日なんか近年にない調子の良さやなって、ものすごく鮮明に覚えてて。で、うわーっと走り回って、本堂ぐらいに来たときに、ちょっと、調子が下がってきたなっていう。走りすぎて。で、一旦ここでチョコレートかなんか食べないと、これちょっと危ないな、みたいな感じで走ってるんですよ。で、わーっと走ってて、やっぱりなっていうぐらいスパーンと電池切れたんです。で、バタッと倒れて。で、もう動けへんと。もうこのまま寝てしまおうと思って寝るんです。もうそれも床の上にドンと。で、これが私の子供の頃の日常で、結構もう急に寝てしまう。わかります。子供そうですよね。そうですね。飯食いながら急にトーン落ちたりとかそういうことですよね。で、その日めちゃめちゃ調子が朝から良かっただけに、もう電池を本当に使い切った感じで、で、横になると、なんですかね、重力に引っ張られてる感じ。体が。もうまだ3歳か4歳ぐらいなんですけど、でもなんか、すっごく横になるって気持ちがいいなと思って寝てるんです。そしたら、それに気づいた母親が、私にタオルケットをかけてくれるんですよ。もう首から下ね。で、タオルケットをわっとかけてくれたのも記憶にあるんです。で、そのタオルケットが多分洗いたてだったんですよ。だから太陽の匂い。乾かした。わかります。で、うわ、これまた気持ちいいなと思いながら寝てたんですけど、若干気になったのがこれ全部を覆ってると暑いなと思って、足だけ自分で出してるんですよね。だから膝下ぐらい。で、お腹のところにはタオルケットがあって。で、寝てたらうちの母親がしばらくして、私の頭を持ち上げて枕をさして。で、この枕も未だ覚えてるんですけど、ゴレンジャーの枕で、ゴレンジャーの枕挟まれたなっていう意識もあるんです。で、寝てると、また母親がウィーンってかける音がして、セミの鳴く音、子供の声。もう意味のない雑音みたいなのが好きで、で、うわ、なんか心地いいなと思って、今では、洗濯機の洗う音を聞きながら寝てるんですけど、
ジャブジャブ今好きなんですけど、もうその時はその意味のない雑音が心地よくて、そのまま寝てたんです。で、寝てますと、こうだんだんこう自分の記憶がわーっとなっても完全に寝入って、しばらくしたら、夏場ですけど、生温かいものに囲まれるんですよ。なんか、あったかいゼリーかけられたみたいな。もう体全体が。で、わ、気持ちがいいなと。で、床の硬さも感じてるんですよ。で、感じながらも温かいものがわーっと体を覆って、うわ、気持ちいいと思った瞬間、体が動かなくなって。もう、あ、これが金縛りかって。多分、お寺で育ったからですかね。もう、その時点で私、金縛りという認識を持ってたんですよ。で、金縛りにあったと思って、体動かないんですよ。で、体が動かんと思いながら思ってたら、なんかね、人の気配を感じるんです。で、私の体の周りを人がずっと歩いてるんですよ、ずっと。で、それがそれでまた心地よくて、あ、人がリズムカルにこう、と歩いてる感じがして。で、まあなんか歩いてる、でも金縛りに合ってる。これ、なんやろうなと思ってたら、だんだんとね、こう目だけが開くんですよ。で、うっすらこう目を開けると、人の気配するんですけど誰もいない。でもあれ誰もいいひんのになと思いながら見てたらね、これがね、なんか黒い影みたいに、影だけがこう、気配というか、なんかするんですよ。だから影が動いてると思いながら寝てたら、その影が私のここに耳元でね、しゃがむんです。で、明らかに大人なんですよ。大人の人が私しゃがんで耳元で、足ちょうだいって言うんですよ。で、足ちょうだいって言われたなと思って、あ、そうか、お化けやな、この人はと。死んでる人やと。で、お化けって足ないじゃないですか。だから私の足欲しいんやなと思って、心の中で絶対嫌やって言うんですよ。そしたらその人がまた立ち上がって、またとっと心地よく私の周り回るんです。で、そのうち私の足元でピタッと止まってしゃがんだと思ったら、私の両足首パッと持ってバーッと引っ張るんですよ。で、私そのまま、この頭が枕から落ちて、1メートル以上引っ張られる感じ。もうタオルケットもここまで来て。で、ガバッと起きたんですよ。で、すぐに母親のところに行って、今こんなことがあったんやっていう話をしたら、うちの母親が掃除しながら、ほな次来たら、飛べんやから足いらんやろ言うたり言って。言われたんです。その時からいろんなものを見るようになったんですよ。もういろんな声が聞こえてきたり、でもあまりこれは人に言っちゃダメだっていう、なんかストッパーみたいなの自分でも持ってて、っていうのがね、実はね、一番最初のきっかけなんです。なんかそういう体験する人って、足に引っ張られるのあるあるなんですかね。そうなんですか？いや、僕も足引っ張られたことあるし、よくなんか引っ張られたことは、足が結構、俺なんか、俺も足掴まれて、持ち上げてぐるぐる回されたりとかしたことがある。ちょっと、どういうことですか？それは、バファロー五郎竹若と、一緒に住んでる時に、二人別々のもちろん部屋なんですけど、隣で竹若は寝てる、僕は僕の部屋で寝てる、襖一枚です。昔の作りのね、アパートで。そこで僕寝てたら、女の人が、女の人やっていうのは分かるんです。女の人が俺の足首こうやって持ってこう要は L 字にしてね、僕を L 字にしてこうやってぐるぐるこうやって回したっていう。なぜ俺目覚めてお兄ちゃんちょっと静かにして言うて竹若に言われたっていう。足だけを足首だけを持って僕のこう肩甲骨あたりを支点にぐるぐる回すっていう謎の行動。何してんねんお前ってやめ言うて、ほな竹若が「お兄ちゃんうるさいわ」言うてでも全然原因分からず。全然原因分からずなったら「いやじゃあねぐるぐる回されたらちょっと竹岡ちょっとでそんな広い部屋じゃないからちょっと気持ち悪いなこれ」ってもう
寝相も全然変なになってるし、そんな別に寝相悪い方じゃないので、ちょっと気持ち悪い。回せるかなって言ったら、いや、意外と回せるんやな、みたいな。そういうのはありましたけどさ。だから足結構なんか。なるほど。あるのかな。私、その後、妖怪見てるんですよ。妖怪は見たことないな。これね。火の玉はあるけど。これね、証拠残ってるんです。どういうこと？私のお寺って、お寺の作りが古いお寺、うちのお寺も未だにそうなんですけど、外に不浄物を置くんですよ。本堂とちょっと離したところに。だからうちのお寺も、来ていただいた部屋の後ろがトイレで、外にあるんですよね。ああ、そうですね。で、私の生家も庭に面したところにトイレがあって、一旦ちょっと半分外出るんですよね。で、トイレ行くんですけど、これ出たところがね、庭だったんです。で、庭が私の生家にはあったんですけど、その庭にね、築山みたいなちょっとこう、山が作ってあったんですよ。庭のね、日本庭園を模して。そこの前に、2メートルぐらいかなぐらいの、猫か狐かみたいなのが座ってたんです。2メーターのはい。もう、虎ぐらいの。で、怖っと思ったんですけど、もうおもらししちゃうから。夕方ぐらいだったんですけどね。おもらししちゃうから、すぐにもうトイレ行こうと思って。行ったら、それが、のそーっと来てね、私のところに。で、バーッと引っかいてきたんですよ。で、引っかかれた傷が残ってるんです。一生傷で。ほんま？これね、一生傷で残ってるんですよ。これわかります？これ。わかります、わかります。これ、伸ばすとね、これが、あれですけどね。ここにね、傷があります。これ、その猫に引っかかれたんですよ。ね？で、引っかかれて、いや、引っかかれてね。引っかかれまして、その後私はトイレに行きたいのと怖いのとで、どうしようと思って、でも一旦トイレに避難したんです。で、戸をガーンと閉めたんですよ。で、そのまま和式トイレだったんで、とりあえずしゃがんだら、傷口がパカッと開いて、もうね、ほんと噴水のように血がトイレの中でビャーってなったんです。で、これは危ないと。それも4歳か5歳の時なんですけど、危ないと思ってすぐにトイレ出て、もう母親のとこ行って、そしたらもう血だらけなんで、母親がもう足のところに紐くくって、タオルくくって、止血して、で、どうしたんって言われて、そしたら庭にいた大きい猫かなんかにやられたって言って、何を言うてんのって言われたんですけど、その倒れてるところから外が見えるんですけど、出ていくその後ろ姿が、尻尾が何個かあったんですよ。で、キュービの狐って昔よく言うじゃないですか。今となっては、あれキュービの狐だったんだなと思うんですけど、当時は知らんから。当時わからないんで、それからずーっと私猫が怖くて。もう子供の頃はもう猫触らなかったんです。で、今でこそもう可愛いですけど、そんなのがありますよ。変な子供やな。次、誠司さんの番。俺の番、いや、俺だから、今から思うに、初めてそういう霊的な体験したというか、だから俺多分ばあさんの影響が多くて、なんかばあさんがわりかしそういうのは平気というか、だから母方のばあさんの血なんかな、なんかよくわかるけど、例えば、うちの息子とかもそうで、なんかそういう変な、あれ、スプラトゥーンが強い。スプラトゥーンは昔強かったんですけど、あれ、アイスクリームのピノあるやん。ピノ。ピノ。開けたら、全部星とか。あれ、1個でしょ？全部。全部玉星。とか。全然普通にあるやつかもしれませんけど。ようわからんけど。で、なんかそんなの載せたの。インスタに。ほんなら、そうまでして、お前は、承認欲求を満たしたいのかみたいな書き込み来とったけど。アホちゃうか思って。だから、なんか、俺が星ばっかり集めて、
ああ、そういうことか。入れ替えて、なるほど。星だけのやつ作って、こんなピノがあったみたいなのをやってると思ってるドアホがおるのにな思って、なんで低能なやつだと思ったんですけど、どっか。あと、要はね、ケセランパサランあるやん。はいはいはい。ケセランパサラン。白いふわふわの。白いケセランパサラン捕まえた言うて。言ってて、息子も、俺もケセランパサラン欲しい言うて、幼稚園の時に、捕まえに行こう言うて、虫かごと網持って出かけて行って、で、帰ってきたら、捕まえた言うて、虫かごに入ってるから、どうやって捕まえてんって言ったら、いや、正直、すぐ諦めたと。はいはいはい。あれめったにないからラッキーですからね。もう、すぐ諦めて、友達と公園で遊んでたんやけど、帰る時勝手に虫かごに入ってたっつって。へえ。なんかそういう感じなんやな、お前。そういう感じのもなんとなく似てるなと思って。なるほど。俺と、だからなんか割りかしなんかそういうことが。なるほどね。それもばあさんの方の母方の方の家で泊まってたら、その日大体、その時は親戚のおじさんも住んではったんですけど、じいさん、おじさん、ばあさん。で、その時に多分おじさんまた結婚してなかったと思うな、子供の時でね。それで、その時に、あれっていつもの足跡と違うな。足跡で分かるじゃないですか。はいはい。誰なのか。分かります。違うな、これ誰か今日別のやつ女で、またそれが落ち着きはないな。階段登ったり降りたりめんどくさいやつ女と思ってて、2階がおじさんの部屋やったから、いやでもおじさんにしたらちょっとちゃうなと思って。で、こんな夜中にドタドタする人ちゃうし、と思ってて、なんか家中うろうろしてるから、その時誠司さんは僕がね、幼稚園小学生ぐらいでうろうろして、もう年なこいつなんて思いながらそのまま寝てしまって、朝起きたら仏壇にずっとあるはずの位牌が階段の下にあって、気がだと思って、おばあちゃんこれ位牌が階段の下にあるんやけど、おばあちゃんがああ言うて、多分僕ら見たらひいじいちゃんよね、の命日やったかなんや誕生日やったかなんかやって、ああそうやねしてあげるの忘れてたわみたいなおばあちゃんが言って、そこで何にも別に怖がるとかそんなことも何にもなく、位牌ポッと拾ってまた元に片付けてたのを見て、そういうのがあったんで。なるほど。やっぱなんか純粋なんですかね。いや、それが多分初めての今から思えば体験で、ばあちゃんがそういう対応やったから、別に怖いものやとか、そういうのはあんまり思わへんし。なんかそんなんでした、ね。なんかね、でもね、怖がらないって一つありますね。なんか、やたらめちゃめちゃ怖がる人って、多分向こうも気使ってるのかなって思いますね。なんかちょっとあまり行かない方がいいかなとかあるんですかね。ほら死ぬことって決まってるやん。生まれた時に。絶対死にますね。生まれた時に。それを異常に怖がる人いますやん。そしてまた亡くなった人のことを怖いみたいに思う人いますやん。あれ良くないですよね。と、私も思います。ね。俺も。ほんまに、いや、お前も死ぬからなっていう。確かに。ね。それを、なんか怖がる。例えば、墓参り行くの怖いとか。やりますね。いや、何言うてんねんっていう。自然の摂理やから、本当に、そういうのは良くないなと思って。だからなんか私なんかも会談させていただいてて、まあいろいろご意見いただくんですけど、実はね会談してて、私が会談説法してて
思うのが、あまり私も実は霊を怖がっていただきたくない。はい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 。心霊写真もどっちかというと、亡くなった人とのツーショットというか、はい。亡くなった人いるんだなっていう。まずこの認知を持っていただいて、亡くなった人に感謝したり、供養したりっていうことをしていただきたいなっていうので、ちょっと実は会談してる、ことが多いんですけども、だからやっぱりなんか人間って目に見えないものに対しての、科学で解明できないものって怖いっていうなんか、教育を受けてるというか、ありますけども、世の中たくさんありますもんね。ある。だからよくない。不思議なことが。よくない。そういうなんかもう、霊怖いなんやかんや言うてね、なんかもしかしたらめちゃくちゃ仲良かったやつが、さっきね、亡くなった場合なんか、知らせに来てんのかもわからへんし、もうそれをね、やたらめったら怖がるのはほんまに良くない。だから怖がらずに、どちらかというと手を合わせていただきたいという願いでこの配信をさせていただいておりますので。本当です。もし、なんか家の中で怪奇現象とかなんとかあったら、一度手を合わせていただいたら嬉しいなと思いますね。そうです。何が送ってきとんねんから。はい。ぜひともよろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっと誠司さんにご相談に乗っていただきたいんですよ。なんですか、僕、もう解決できますか？重大な人生相談。いいですか？なんか光栄です。もうね、これ、誠司さんにしか相談できないかなと思うんですけど、暴走ラジオ。二人でやってね。させていただいて。KBS 京都で、終わりました。13回で終わりました。あれ終わったんですけど、ギリギリ終わってないんですよ。今もう首の皮一枚で本当につながってまして、それが何かと言いますと、イベントうまくいくと大人気ラジオ、暴走ラジオが大人気がないから人が集まらないのかもしれませんけども、チケットがすっごい余ってまして、びっくりしてます。関係者一年。いやでも僕の相談事でもあるからね。そうですね。ちょっと傷の舐め合いたいなと思いまして。いやほんまに、ほんであれ配信もあるよっていうのを言うのいつも忘れんねん俺。そうです。配信もありますし、だから配信もあるんですよ。現場に来るだけじゃなくて。ただ現場に来ていただきたいんです。なるほど。でこれなぜかというと、YouTube で見たらいいやんとか、ラジオで聞けばいいやんって思うじゃないですか。でも音楽のライブとかと一緒で、全然違いますよね。リアルと、この配信で見るのとは。ほんま2人とも身長3メーターぐらいあるしな。それリアルで見てもらわな。2人ともバレるから。バレます。あれですよ。本当にリアルで私たちのこれ見れるのが下手したら最後になります。もう来ない一大事や。それは一大事やな。もうこんなチャンスないですから、KBS ホール、京都の KBS ホールにもう本当にこんなこと言うとあれですけど、自信はあるんです。楽しんでもらえるね。楽しんでいただける自信はめちゃくちゃあって、でまた勉強にもなって帰っていただけるだろうし、っていう自信があるんですけども、チケットがほんで今回はあれなんでしょ、参加型のイベントなので、そうなんです。そのリアルタイムで、配信なり会場にいてはる方と、直接コミュニケーション取れるっていうライブになってるので、めちゃくちゃ不思議で、いやね、不思議やね。そんなライブやのに、子供来られへんっていう。ちょっと待って、それはね、なんかいろいろ大人の自由があるんでいいんですけど、このライブ携帯電話持ってきていただきたいんです。で携帯電話と私たちがリアルにつながりますから、会場で。普通ライブって子供入ってええけど携帯を取り上げるんちゃう？そう普通な、普通は逆やで。普通って言うと KBS すごいな。なんかぶっ飛んでんな。楽
楽しいイベントに、いやもちろんですよ、楽しいイベントですから。来てもうたら楽しむ、めちゃめちゃ楽しんでいただける。決まってますから、これは。ただまあちょっと小さなお子様は、小学生以下のお子様はちょっとご参加いただけないです。なんか大人の事情がみたいで、子供も一緒に遊ぶようなイベントで確かに思うんですけど、配信は見ていただけますから、はい、お子さんね、多分私たちのその気にやられる可能性が、子供さん迫力ありすぎて、はい、好かれる方やけど、まあね、でもありがたいことに、今のところ約3分の1ほどはチケットが3分の1も売れたもん、十分。だからむしろこれご参加いただいたら、めちゃくちゃ前の方でわちゃわちゃできますから、なんか楽しい。でもミキさんのイベントでそんなん初めてじゃん。今どこもソールドアウトやろ。そうなんですよ、実は。俺人気なさすぎる。違う。誠司さん、俺との相性悪すぎたよ。そんなことないですよ。誠司さん相性悪いな。いやそうじゃないんです。誠司さんはもうこう見えてめちゃめちゃ素敵な方ですから。いやこう見えてね。いやなんやろ敗因は。何なんでしょうね。それがむしろちょっとこう怪奇現象かなっていう。だからあまりにも京都が強すぎてこう消し合うみたいな、山火事消す時にはもう一回こっちから火つけろみたいなのがあるやんか。火と火がぶつかったら火が消えるみたいな、音と音がぶつかったら消えるみたいな、なんか京都と京都がぶつかってなんかみんな吹っ飛んだみたいな、何言うてんねん俺。いやでもこれ本当にラスト最初で最後のイベントになる可能性もあるので、ちょっとねもう本当にお暇な方はちょっと、あるいはちょっと用事ずらせられるとかいう方、ぜひ来ていただいたら絶対後悔させませんし、帰っていただく時には皆さんなんか元気に明日から頑張ろうって思っていただけるようなイベントにしたいなと思ってますんで。そうやね。もともと企画がお客さん参加企画になってるから、お客さん来おへんかったら何にもできへんねんて。2人ででチャー飲みながら喋りながらそうなんです。だからちょっと危ない。来てくれってほんまに、本当にちょっとお願いいたします。ほんまに、だから京都来て、こういろいろね、お参りの仕方とかもそうですね、そんなもんやって、いろいろちょっと勉強して、で帰りにねミキさんのお寺寄ってありがたいですねやってもらったら、それだけでもね、一日こう楽しく過ごせると思いますんで、ほんまに頼むわ。お願いします。でこれ階段説法もします。階段説法もします。俺何でもします。何でもします。もうぜひとも本当に言うてもだ何でもします。でこれでこの暴走リスナーと呼ばずにファミリーと呼んでるんですけどね、暴走ファミリーが集まれればこれ第2回が発生しますから、ラジオも延長が決まりますんでね。第2回はなんか50人ぐらいでお寺巡りしよう。お参りしよう。確かにそれ面白いですね。それの方がええわ。もう身近にね、もう KBS にも気使うし、気付いな、もう比叡山か高野山行こうみんなでな。そうですね、それもいいですね、本当にね。バス乗って、ただね、誠司さん、それするためには今回からうまくいかないとないんですよ。ないんです。頼むから来てくれ。という誠司さんと私からの涙のお願いの配信でございました。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。